みんな、オーアーなのだ。動画ナビゲーターのずんだもんなのだ。今日は、みんなをどこに連れて行こうか。で、もちろん、アジアンビューティーな国、ベトナムなのだ。実は、ベトナムっていう国名には、すっごく面白い秘密が隠されているのだ。みんな、知ってた？ベトナムという国名は、本当は漢字の順番が逆の、南語詞、南越になるはずだったのだ。でも、昔の中国に、領土の野心が見えるのだ。で反対されて、仕方なくひっくり返して、古紙南、越南にしたらしいのだ。面白いのだ。今日は、そんなベトナムから、とっておきのニュースをなんと5つも紹介するのだ。中でも特に注目なのが、2つ目のニュースなのだ。ハノイのニャッタン橋で交通事故発生。外国人が死亡し交通は大混乱。という記事なのだ。ベトナムのハノイにあるニャッタン橋で、外国の方が亡くなる事故があったみたいなのだ。8月7日の午前4時30分頃、大きなバイクに乗った外国の方がトラックに追突したのが原因みたい。その後、倒れたところを別の車にひかれちゃったみたいなのだ。バイクの破片が20メートルも散らばってて、警察の調べではバイクが走行車線を間違えてたみたいなんだ。事故のせいでニャッタン橋は大渋滞になっちゃったみたいなのだ。ニャッタン橋は2015年にできたばかりで、ハノイとノイバイ空港を結ぶ大事な道なのだ。8車線もあって、車は時速90キロで走れるらしいのだ。警察が詳しく調べてるから、原因がはっきりするのを待つしかないのだ。亡くなった方のご冥福をお祈りするのだ。みんなも交通ルールを守って安全運転するのだ。この動画が良いなって思ったら、高評価とチャンネル登録、ぜひよろしくなのだ。それでは、今日も一緒にベトナムのニュースを見ていくのだ。ベトナムってどんな国なのかな？ちょっと紹介するね。ベトナムはね、東南アジアのインドシナ半島にある国で、首都はハノイなのだ。南北に長くて、美しい海岸線が特徴なんだよ。歴史は古くて、いろいろな王朝があったり、フランスの植民地になったり、大変な時期もあったのだ。今は社会主義共和国で、政治はベトナム共産党が中心になっているんだ。人口はおよそ1億人くらいで、活気がある国なのだ。主要な産業は、やっぱり農業、お米がたくさん作られてるんだ。それから、最近は外国からの投資も増えて、工業も発展してきてるんだよ。文化はね、中国の影響を強く受けているけど、独自の文化もちゃんと残っていて、例えば水上人形劇とか、アオザイっていう民族衣装とか、すごく魅力的だよ。最近は、経済成長が著しくて、若い人たちが頑張っているのが注目されているんだ。海外からの観光客も増えていて、目が離せない国なのだ。一つ目のニュースなのだ。マクドナルドの食べ過ぎから瞑想リトリートまで、トップテクノロジー CEO たちの型破りな習慣を暴露という記事なのだ。テック企業のトップたちは、普通じゃない習慣を持ってるんだって。イーロン・マスクは、昔ダイエットコークを1日8本も飲んでたんだ。カフェインで目がギンギンになっちゃったから、今はカフェイン抜きのコーラにしたらしいのだ。マーク・ザッカーバーグは、格闘技の試合に向けて、1日4000キロカロリーも摂取してたんだって。マクドナルドのメニューをたくさん食べるのが好きらしいのだ。シェフ、ベゾスは、会議で自由にアイデアを出し合うのが好きなんだ。リラックスした雰囲気から新しい発想が生まれるんだって。CATL のロビン、前 CEO は、毎日お昼寝するんだって。短い昼寝は集中力を高める効果があるらしいのだ。ユーバーとリフトの CEO は、時々ドライバーとして働くんだ。お客さんの気持ちを理解するためなんだって。現場を知ることが大事なのだ。ショピファイの CEO は、午後5時半以降は仕事をしないんだ。短い時間で集中して働くのが良いって言ってるのだ。ツイッターの元 CEO、ジャック・ドーシーは、毎日2時間も瞑想するんだって。ミャンマーの洞窟で瞑想してたら、蚊に117箇所も刺されたらしいのだ。すごい集中力なのだ。
2つ目のニュースなのだ。ハノイのニャッタン橋で交通事故発生。外国人が死亡し交通は大混乱。という記事なのだ。ベトナムのハノイにあるニャッタン橋で外国の方が亡くなる事故があったみたいなのだ。8月7日の午前4時30分頃、大きなバイクに乗った外国の方がトラックに追突したのが原因みたい。その後、倒れたところを別の車にひかれちゃったみたいなのだ。バイクの破片が20メートルも散らばってて、警察の調べではバイクが走行車線を間違えてたみたいなんだ。事故のせいでニャッタン橋は大渋滞になっちゃったみたいなのだ。ニャッタン橋は2015年にできたばかりで、ハノイとノイバイ空港を結ぶ大事な道なのだ。8車線もあって、車は時速90キロで走れるらしいのだ。警察が詳しく調べてるから、原因がはっきりするのを待つしかないのだ。亡くなった方のご冥福をお祈りするのだ。みんなも交通ルールを守って安全運転するのだ。3つ目のニュースなのだ。リンダ、ジョンとレイモンド、ラムがスマホの CM で再共演という記事なのだ。リンダ、ちゃんとレイモンド、ラムがスマホの CM で再共演したんだって。2人は昔、人気ドラマ、ハート・オブ・グリードとか、ムーンライト・レゾナンスで共演してたんだってさ。CM では、2人が法廷でスマホの機能をめぐって争う弁護士役を演じてるんだ。レイモンド、ラムはリンダ、ちゃんをショーン弁護士って呼んでて、昔のドラマを思い出させる演出もあるんだって。リンダ、ちゃんはインスタで撮影の裏側も公開してて、久しぶりに役を演じて、昔の同僚と仕事ができて本当によかったってコメントしてるんだ。2人が公の場で再会したのは、今年の5月のレイモンド、ラムのコンサート以来2回目なんだって。コンサートでは、ハート・オブ・グリードのテーマソングを一緒に歌ったんだって。リンダ、ちゃんは2004年にミス・チャイニーズ・インターナショナルで優勝して TVB に入って、2018年に契約を終えたんだ。レイモンド、ラムは1998年に TVB に入って、2001年のドラマで有名になったんだってさ。2人がまた一緒に見れるなんて、ファンにはたまらないニュースなのだ。4つ目のニュースなのだ。税金スキャンダルから美容界の女王へ。ファン、ビンビンの7年間のカムバックという記事なのだ。中国の女優、ファン、ビンビンが税金問題から7年かけて復活したんだって。コスメブランドを立ち上げて、中国のトップ100に入るほどの成功を収めたんだそうなのだ。2018年にブランドを始めたんだけど、その年に脱税問題が発覚したんだって。スキャンダルの前は、中国エンタメ界のトップスターだったんだよ。今は、ビジネスに力を入れてて、海外にも進出しようとしてるみたいなのだ。本人は、女優業も諦めてなくて、また演技をしたいと思ってるみたい。過去には苦難を乗り越えて、今の自分があるって語ってるんだって。ファンは、自分の人生は自分でコントロールするって言ってるのだ。2017年にはタイム誌の最も影響力のある100人にも選ばれたけど、スキャンダルでイメージダウンしちゃったんだよ。でも、今は自分の力で頑張ってるのだ。これからの活躍も楽しみなのだ。5つ目のニュースなのだ。世界で最も人気のある観光地。2025年に外国人観光客4000万人を目指すという記事なのだ。日本が世界で一番人気の観光地に選ばれたんだって。2025年には外国人観光客が4000万人も来るかもって言ってるのだ。今年の最初の半年でもう2850万人以上が日本に来てるんだって。特に6月は330万人も来てて、去年の同じ時期より 21% も増えてるのだ。中国からの観光客が一番多くて、韓国、アメリカ、カナダ、シンガポールからもたくさん来てるみたい。大阪で万博が開かれたり、円安だったり、旅行の制限がなるくなったり、桜の季節が人気だったりするから、観光客が増えてるんだって。このまま行くと、
日本は今年4000万人の観光客を達成するかもって予想されてるのだ。すごいことなのだ。日本はコンデナストトラベラーっていう雑誌で世界で一番人気の観光地に選ばれたんだって。去年は3680万人以上の観光客が来たんだって。これからも日本はもっともっと人気になるのだ。今日はいろいろなニュースをお届けしたのだ。ベトナムの事故は残念だったけど、他のニュースは前向きなものが多かったのだ。みんなもニュースをチェックして楽しい毎日を過ごすのだ。こんにちはなのだ。この番組では世界のあまり知られていない国や地域からちょっと不思議でちょっと感動するニュースをお届けするのだ。日本ではあまり話題にならないけど、世界には僕たちが知らないままの出来事や優しさや驚きに満ちた物語がたくさんあるのだよ。テレビでもネットでもあまり見かけないけれど、本当はもっと伝えられるべき小さな世界の声、そんな声を僕と一緒に見つけに行くのだ。さあ、一緒に知られざる世界の旅を始めるのだ。